皆さんようこそ、東方ゆっくりスクールへ、研究部部長のゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は東方旧作史上最強キャラトップ5を解説しますよ。東方旧作は今のウィン版の原点のような作品で、スペカではなくガチな戦闘だから楽しみだぜ。現在の東方プロジェクトに旧作キャラは登場できるのかや、今のキャラたちとのつながりはどういうものなのかもわかるので楽しみにしてくださいね。それでは早速授業開始です。さて、東方旧作最強キャラランキング第5位はミマです。初登場はレイデンの地獄ルート10面ボスで、初登場の2つなはリベンジェファルゴストとなっていますよ。ほう、今ではありえない英語表記の2つなんだな。ところで、リベンジェファルゴストとはどういう意味なんだ？リベンジェファルは復讐心に燃える、執念深い、ゴストは幽霊、怨霊、たたり神ですよ。ミマの2つな怖すぎるでしょ。そしてファンの中での相性はミマ様ですよ。これは東方夢時空においてなんとマリサが、ミマに対してそう呼んでいたことがゆえんですね。さらに東方夢時空 BGM データコメントでは、原作者のズンさんからもミマ様と呼ばれていたことがあったのです。神主に様付けってヤバすぎる。そう、東方歴代ボスの中でも特にカリスマがあり、ファンの中にはカリスマ性ナンバーワンだという人もいるほど、これもミマが様付けで呼ばれることが多い理由の一つでしょう。嘘をよく吐くようで、夢時空では私忙しいの、嘘と発言したり、怪奇団では人間よ、嘘や私も人間界の神なの、嘘などと発言をしていますね。弟子であるマリサはウィン版で頻繁に嘘をつくので、これはミマ様の影響だということがわかりますよ。おお、納得感がエグい。確かに、マリサがフランに初めて会った時白霊の巫女だぜって言っているが嘘のつき方もそっくりだな。その通りなんです。ちなみにマリサさん H カップあるらしいですよ。レイムさん恥ずかしいから言うなって言ったじゃん。いや嘘で返すなし。レイデンでは刀を持っていて地獄にいたのですが、風魔6以降は復活し現世にいるようです。ミマ様というと杖のイメージだか最初は刀を使っていたのか。その後に武器も杖になりますよ。二つ名の通り、なぜかはわからないのですが白霊神社に恨みを持っていて、ミマの手下に白霊神社を襲わせることで白霊神社の秘宝である陰陽玉に力を蓄積させて、後にそれを奪うことで全人類に復讐しようと画策していました。全人類を支配しようとしてたなんてそれだけ力にも自信があるってことだよな。ちなみにこのレイデンでのストーリーが気になる方は、YouTube でアニメにしている方がいるので見てみるといいですよ。あまりにも完成度高すぎたぜ。またミマ様は地獄にいたのですが、地獄というと現在では地獄の女神ヘカーティアや閻魔の式様がいるところ、地獄はヘカーティア曰く超自由主義で、暴落も自由という超おっかない場所。そこでは力のある者こそが権限を得ることができるのです。完全に実力主義の世界ってことね。そんなところにいたということはやはり実力があるキャラだな。しかし東方夢時空のミマのテキストによると、長い間悪用をしているうちに邪気もすっかり抜け、今では、霊夢をからかうのが日課となっています。すでに、白霊神社の神たたり神的存在となっているのですが、その性格は人間より人間的とのこと。夢時空の時点では、恨みは晴れていたのか。そして今でも、つまりウィン版でも白霊神社にはミマ様がいるようですよ。詳しい話はこちらを見るといいぜ。それにしてもミマ様の活躍をまた見てみたいけど、ウィン版で出る可能性はあるのか？実はズンさんが海外のイベントで、ミマの再登場はあるのかとインタビューされた際に、なんと出すかもと肯定的に答えていることから、チャンスは絶えてはいません。ぜひともまた時期としても活躍してほしいキャラだぜ。そんな彼女の強さとして、まず物理攻撃は効きません。霊力による攻撃も、1作目の頃のレイムの通常出力程度では無効。さらにレイムのオプションでおなじみ陰陽玉に力が満たされていくと、ミマにも力が満たされていくという裏設定があるようです。陰陽玉に満ちた力を、負の方向へと解放することが可能なんですよ。完全に白霊の巫女キラーじゃん。そして時期にはなりますが、マリサと並ぶ高い火力な上に速度はミマ様の方が速いんですよ。さらに皆様が最強なのは力だけではないのです。ミマとは中国語圏におけるサキュバスの総称なのですよ。サキュバスは男性の性力活力を取り込むとされています。そう、最強なのはベッドの上で。では東方旧作最強キャラランキング第4位は、東方レイデン魔界ルート20面ボスにしてラスボスであり、旧作史上屈指のカリスマを持つサリエルです。元ネタは謎多き天使の大天使サリエルですね。レイムさん、サリエルってどんな天使なんだ？旧約聖書2節傘の一つ絵の句書に登場する天使で、その名前は神の命令を意味します。サリエルは大天使かつ四天使の一人とされていますよ。また、七大天使の一人ともされることもあります。
しかしある理由で打点しました。打点ってどういうことだってばよ。打点の理由については月の運行に関する知識を人間に教えたため、神への反落者とされたのです。サリエルは自分の意思で打点したとされていますね。つまり天使を辞めるために打点したってことか。オカルトの伝承では、魔法や魔法の儀式についての膨大な知識、他者を堕落させる魔力を持つとのこと。ベタイスラエルの典礼においては、目視録のラッパ吹きの一人、死の天使とされていますよ。あわわわわ、死の天使は怖すぎる。東方のサリエルの二つ名も死の天使なのでここから取られたものでしょう。そんなサリエルは最終ステージである20面落ちたる神殿にてレイムの前に立ちはだかったのです。特に異変を起こしているわけでもなく、レイムがフラフラしている時に出会ったような感じですね。なんと東方では珍しい第二形態のあるキャラなのです。まさか手足が生えて最終的に顔が2つになるんじゃないよな。それドラクエのデスピサロでしょ。体力は第1形態の18第2形態の6を合わせた合計24。24個も体力ゲージ削らないといけないのかよ。これは全ボス中最高の数値な上、戦闘場面の切り替え中は無敵になるのですが、ズンさん曰く耐久力低めとのこと。第1形態の姿はまさに天使。しかし第2形態では、第1形態のシルエットを紫一色に染めたようなダークな姿に加えて、中央になんとも形容しがたいデザインの球体が出現します。つまりサリエルが天使から打点したことを表しているのか。こういう表現を当時からできていたなんて、やっぱりズンさん天才すぎてついていけないぜ。本当にその通りですね。ちなみに東方霊殿のエンディングは、アニメーションになっていてすごいクオリティ。1996年頃からあれを一人でやっていたことを考えると、やはり本物の天才ですね。そしてサリエルは翼や体には当たり判定がなく、胸の白い部分しかダメージを与えられないようです。かなり当たり判定が小さいんだな。それは弾幕ゲーのボスとしては強すぎるぜ。戦闘が進むとなぜか背景が変わり、タイトル画面とサリエルとの戦闘画面と白霊神社が球体に映し出されるという不思議な演出があります。そしていざ、倒れゆくその時までから死なばもろともに曲が変わる時に一緒に自らの形態も変わるといった見事な演出も見られます。死なばもろともは神々さが半端ないしな。また、二つ流しの天使であるため、魔界の創造神である神器とも、ある意味では対をなしていると言えますね。それは面白すぎる情報だよ。形態がある上に、元ネタから見ても強キャラということで第4位とさせていただきました。また元ネタが月に絡む関係上、エイリンやかぐやのように強キャラ感なのは間違いないでしょう。確かに月の民や、月を支配しようとした純子は強キャラだもんな。マリサさんその通りです。セーラームーンも強いですしね。いや純粋な日本の方ですよ。それでは東方旧作最強キャラランキング第3位は3作目東方夢時空のラスボス岡崎夢美です。年齢設定が確定している珍しいキャラで、年齢は18歳で職業は比較物理学の大学教授ですよ。彼女の特徴として何でもかんでも素敵と言っています。レイムちゃんの口元素敵みたいな感じですね。レイムちゃんさっき食べたパスタのケチャップ口元についてますよ。最初はレイムたちと戦うことで、魔法に対するデータを収集するのが目的だったのに、いつの間にかレイムたちを気絶させて拉致し、実験サンプルにしようとします。まさかのマッドサイエンティストキャラ。挙句に勝負に負けるとやけを起こし、地球破壊用4次元ポジトロン爆弾を使おうとしていました。夢見危険すぎるだろ。というか、地球を爆発させるぐらいの爆弾を18歳の女の子が作るなんて天才だな。最終的に千百合が頭をパイプ椅子で殴ったおかげで、落ち着いたことによって地球は救われました。速報、最強は千百合だった。ちなみに、千百合は比較物理学専攻で大学院卒の15歳、教授である夢美の助手をしているぞ。岡崎教授はオカルト知識に精通したオカルトマニアでもありますね。そう、これで気づいた方はお見事ですね。うさぎレンコにそっくりなんですよ。レンコは大学生で、専攻分野は超統一物理学とめちゃくちゃ賢い。しかも自分で飛空クラブというサークルを作るほどのオカルトマニア。おいおいおい、よく考えたら服装もめちゃくちゃそっくりじゃないか。なんか繋がりが見えて激アツすぎるぜ。そんな夢見のキャラクター性能は夢時空のキャラの中でも特に高く、特にパワーとスピードは最強と言われています。ことに初戦ではダメージを与えることすら不可能に近く、2戦目以降も非常に強力。ぶっ壊れすぎるだろそれ。イージーで千百合まで比較的楽に倒してきたプレイヤーに大きな絶望を与えてきたようですね。東方史上最強のラスボスの一角に挙げられることもありますよ。しかし、この場合は設定上というよりゲームでの強さのことを言っていますがね。おお、東方史上最難関のボスなのか。ただ、ゲーム内での強さはキャラの強さに比例するものと思われます。例えば、海江塚の四季様も強キャラなのは前回の授業で言っていますが、対戦時期はあまりにも強すぎますね。BG でも後半がやたらと硬くて倒すことは難しいぜ。また東方漢樹伝は強キャラ揃いな分印版では最難関な設定になっています。確かに、ゲーム内での強さはキャラの強さにも比例してるような感じがするな。また、東方ステーション第30回の歴代霊夢の企画で東方夢時空の話をしている時に、ズンさんが最強と語っ
っていました。この夢時空のシステムは東方海塚のシステムによく似ていて、最後は必ず指揮駅のように岡崎教授と対戦することになります。これはストリートファイターの要素を取り入れているらしく、最後は最強の敵を置いたと言っていますね。おお、そんな情報があったなんてレイムさんよく知っていたな。彼女との弾幕勝負で特に難しいと言われるのが赤い十字架、通称イチゴクロス。これによってイチゴを頬張る岡崎教授がよく書かれますね。かなり律儀な性格なようで、千百合が勝手にばらまいたチラシで集まってきた人たちの願い事を叶えてあげていたりとまさにドラえもんのような人ですね。また朝倉理香子曰く5世紀先を行っている科学力を持ち、聖の光子と硬派から魔法を生み出す科学魔法を作り出しているんですよ。科学の力で魔法を作り出すなんて天才すぎるな。5世紀先の科学力を持っているところ知識ではウィンバンを含めてもトップと言ってもいいかもしれませんね。皆さんも5世紀ぐらい待てば、幻想郷に入れる機会が誕生するかもしれないので気長に待ちましょう。いやその前に妖怪になっちゃってるよ。さて、東方旧作最強キャラランキング第2位はウィンバンでも活躍した風見優香です。東方プロジェクト唯一の単体にステージ連続ボスであり、東方幻想郷の5面ボス6面ボスとして登場しました。へえ、5面と6面を担当したなんて珍しいし、制作者としてそれだけ思いのあるキャラなんだろうな。ちなみに東方幻想郷はタイトルでもわかる通り、ズンさん曰く東方プロジェクトの軸となる作品と言っていますね。旧作での優香は現実世界と無限世界の境界にある無限観の主。テキストによると、神社の周りに住む、数いる妖怪の中では最強クラスの妖怪と書かれていますよ。おお、優香は公式的に最強キャラなのか。それにしても現実世界と無限世界の境界に存在する、無限観の主人だったのも意外すぎたぜ。いつも何を考えてるのかわからない性格がカリスマのかけらもない妖怪にしているのですが、実際はかなり頭も切れるようです。無限観はくるみが湖の門番、エリーが館の門番をしています。あの一人が好きそうな優香に館の主で部下もいたのか。はじめは寝ている時に無限観を襲撃された状態であったため、赤いリボンのついたピンク色のネグリジェを着て星柄のあるナイトキャップと被った姿で登場して戦うことになります。めちゃくちゃ可愛いじゃん。しかしこれは当時ズンさんが強いボスの条件として本気じゃない方がいいという思いで、最初戦う時は、パジャマ姿の寝起きにしたと東方人陽明館で明らかになりました。ということはやはりズンさんお墨付きの強キャラなんだな。また旧作作っていた頃からそんなキャラ設定を考えていたところやはり天才だぜ。いきなり起こされてそのまま戦わされたのにもかかわらず、マリサバットエンディングの時にはまた来てねと言ってくれるんですよ。ぜひともまた行かせていただきますってなるよこれ。その後、6面で再戦した際はいつもの姿で傘を持って登場。その頃は現在と違って、スカートではなくズボンを着用していますね。服の絵は当然チェック絵で、4面と5面の背景もチェック絵、そしてなぜかネクタイと襟に赤い何かが付着しています。間違いなく、戦闘前の腹ごしらえですね。ナポリタンに決まってる。そんな優香は霧雨マリサの代表とも言えるスペルカードマスタースパークの元祖らしき技を放つんですよ。5面では全画面を覆うほどの極太レーザーを放ちます。しかも砲撃中は無敵状態。強すぎるだろそれ。難易度によってはそれ以上に範囲の広い6面の分身レーザー、そして6面最終弾幕の難易度ハード以上の隙間のなさっぷりは必見。第5弾東方回帰弾ではなんと時期となりました。暇だった優香は面白そう。魔界って行ってみたかったんだというよくわからない理由で特に目的もないまま魔界に遊びついでに暴れ回ったのです。遊び半分で魔界を崩壊に持っていったのかよ。時期の性能は神主から最強かもと書かれるほど使いやすい性能を持ち、かなり性能がいい広範囲型のフラワーショットで攻撃をします。ウィンバンの話にはなりますが、先ほども言ったように貝塚の最強キャラとして置かれた式様相手に、幻想郷で誰が強いかはっきりさせてやると言っているあたり間違いなく強キャラ。また、現在の優香の能力は花を操る程度の能力と言っていますが、多分これが真の能力ではないですね。東方愚問式にも能力はおまけのようなものと書かれているしな。真の能力はやはり現実世界と無限世界の境界にある無限観の主であることから、次元を操る程度の能力あたりだと思われます。おお、確かにその可能性はありそうだぜ。また貝塚での優香テーマ曲は今昔幻想郷となっていますしね。おいおい、そういえばテーマ曲も今の幻想郷と昔の幻想郷を意味したものじゃん。レイムさんよく気づいたな。ちなみに式駅から少し長く生きすぎたと言われているあたり、相当長いこと生きている妖怪のようだぞ。そう、ヤクモゆかりのように長く生きる妖怪ほど力が強い傾向にあります。元祖マスパを放つほどの妖怪としての強さ、仮説ではありますが隠された真の能力、ズンさんお墨付きということで、第2位とさせていただきました。優香の強さが底知れないぜ。まさに美しい花にはトゲがあるってところですね。レイム部長が、いやあんたのこと言ってたの？
それでは栄えある東方旧作最強キャラランキング第1位は、東方怪奇団のラスボス新規です。ミマ様と並んで旧作キャラとしての知名度が高いキャラなんだよな。二つな浜界の神。もはや二つなだけでも強キャラ感がわかるぜ。金髪のロングヘアにめちゃんこ長いサイドテールが特徴。神主曰く、夢子と揃ってビジュアル系を狙っての造形作曲とのこと。魔界の神であり、魔界に存在する全てのものを作り出した魔界の創造主なのです。魔界を作り出したなんて、規模がえげつないぜ。でも創造物は言うことを聞きません。それ致命的すぎないか？夢子も新規によって作られていることが6年の会話で言われていますよ。またアリスも新規によって作られたと言われていますね。現在のウィン版でのアリスの設定では人間から魔法使い、つまり妖怪になっているので、やはり旧作のアリスは別人なのかもしれません。また新規は幻想郷の神を800万分の1の神と言っているので、唯一神であると思われます。霊夢部長、唯一神って何なのさ？つまり一神教における全知全能の神のことですよ。新規の作った中では最強クラスらしい魔界人の夢子を新規は夢子ちゃんと呼んでいますよ。めちゃくちゃ子供のように可愛がっているじゃん。ちなみにズンさんも霊夢のことをちゃん付けで呼ぶことがあるので、子供のように見ていますね。普段の外見には特に人外めいた要素を持たないのですが、戦闘が進むと、背中から自身の本体を模様がする巨大な3対3、計6枚の翼を展開しています。6枚もの翼って珍しいな。発色無地の神々しい翼6枚と、闇色に赤い呪文が浮かぶまがまがしい翼6枚の2種類。先に白い翼を展開し、戦闘が進むと闇色に変わり、その度に弾幕が激化するんですよ。ちなみに、展開する際にも弾幕を放つのですが、かなり凝った演出なので必見。そういえば魔界というと東方精錬戦のラスボスである白蓮が閉じ込められていたようだけど、何か関係があるんじゃないか？マリサさんナイス質問です。東方精錬戦では新規の魔界が再登場し、登場キャラクターの聖白蓮が新規の弾幕白蓮が引き継いでいるんですよ。その名は大魔法、魔人副将。実は東方怪奇団6面ボスである新規が終盤に放ってくる弾幕をモチーフにしているもので、スペカナも魔人、つまり魔界の神である新規の真似であることを彷彿とさせているのですよ。ちなみに副将は何度も繰り返して唱えることだぜ。魔界は無限の広さを持つ上、魔法の発祥でもあるとされています。阿久曰く白蓮は魔に魅了された力と言っているので、直々に教えてもらった力なのではと思われますね。確かに、魔人教官も魔界の物質で作っているらしいし、あまりにも高度な技術の道具だもんな。直接教わっていなくとも、魔界で学んだということは魔界の創造主から学んだことにもなるので、新規は大魔法使いである白蓮の師匠となりますね。魔界には高度な魔法技術があることがわかるぜ。私もツッコミ魔法を鍛えてもらうかな。なんだよその魔法。また、彼女の元ネタはルシファーと言われています。ルシファーは、明けの明星を指すラテン語であり、光をもたらすものという意味を持つ悪魔堕天使の名です。キリスト教の伝統においては、ルシファーは堕天使の長であり、サタン、悪魔と同一視されるほどくらいの高い存在ですね。元ネタから見ても強力で、まず魔界を作り上げるという規模のデカさから見ても魔力の底が知れませんね。またズンさん視点の強キャラとして余裕のある強者でもあります。確かに、このキャラは他よりも突出した感じがするな。また旧作キャラが活躍してほしいぜ。さて、今回の授業はここまでにします。視聴者さんが思う東方旧作最強キャラがいたら教えてくれよな。それではここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。